皆さんこんにちは。海外流のゆるふわマインドで生きやすさをサポートするミクロミカです。今回から自己紹介を変えてみました。どうでしょうか。なんかね、マインドセットとかいろんな動画を上げるようになってから結構みんなからね相談を受けることが多くなってきて、すごく嬉しいなと思って、ふと自分のことをまた改めて考えてみた時に、私って今まで結構パニック障害があったりとか HSP だったりとかそういったのが過去にあって、すごく日本での生活は生きにくさを感じてたんだけど、海外に飛び出したことによって海外の生活で生きやすさっていうのを少しずつ学んでいって、これは結構海外マインドでゆるふわに生きてきたから、日本でもすごい生きやすくなったなと思って、それを結構ね他の方にアドバイスさせていただくことも多かったので、ちょっと自己紹介を変えてみました。で、前回の YouTube からは約1ヶ月空いてしまったんですよ。目標は2週間に1回くらいって思ってたので、すいません、空いちゃいました。そして今回はちょっと2024年ももう終わりということで、ちょっと振り返りを個人的にしてみようかなと思います。2024年は私にとっては一言で言うと変化、両手使えなかった、変化の年でした。いろんな変化があったんだけど、まず仕事的な面で言えば新しいことをスタートしたりとか、また今まで続けてきたものをやめたりとか、いろんな変化がある年で、生活的にはお引っ越しをして新しいお家に引っ越したりとか、本当に全ての生活のジャンルにおいて変化がすごく多かった年でした。で、私にとってはすごくそれが変えてよかったなって思うことがたくさんありました。で、それはね、今後の動画でもやっぱ生活とかを変えることによって自分のマインドが変わっていく大切さっていうのもお伝えしていきたいなと思ってるんですが、今回は振り返りなので、ちょっと携帯を見ながら何があったかななんて思い出そうかなって思ってます。まず今年はね、日本をたくさん旅行したいなと思ってたんですけど、場所で言うと行ったのは広島、宮島は初めて行って、鹿さんたちに会って、しかもすごい空気が良くて、行ったのが確か3月だったんだけど、すごくいい体験をさせてもらいました。あとはね、京都にも弾丸で1泊だったかなって行って、一人でフラフラしたんですけど、それもまだすごく良くて、できれば何日か行きたいなと思ったけど、ちょっと京都はね人が多くて、私的にはなかなか疲れるスポットでもありました。人の少ない京都に行けたらいいなって思ってます。あとはね、結構私音楽をやってるにもかかわらず、音楽系のイベントってそこまで頻繁に行ってなくって、ここ最近特にコロナ明けからはあまり行かなくなったなって思ってたんですけど、今年はグリーンルームから始まり、初めてのサマソニ、あとテイラー・スウィフトのライブも行きました。テイラー・スウィフトのライブはもう一度でいいから見てみたいなと思って、今回チケットを取っていただいて行かせていただいたんですけど、まさかの3時間以上、こんなにフルパワーでライブする人いるんだみたいな。いや、みんなすごいんですよ。どの方のライブを見ても本当にすごいなって思うんだけど、もうね、テイラーさんはもうちょっと桁違いにすごいなっていう印象でした。すいません、アーティストという立場ながら感想がすごいなって本当に申し訳ないんですけど、圧巻って感じでしたね。あとはデュアリパのライブにも行きました。めっちゃ可愛かったし、めっちゃセクシーだし、すごい女性に愛されるアイコンだなっていう風に思って、プラス最近エンゲージしてましたよね。婚約確かしてた気がして、おめでとうございますってデュアリパさん見てたら最初行こうって思った時、私デュアリパの曲ってそんな知らないかもって思ってたけど、ほとんど知ってました。すいません。
だからこうデュアリパのライブでもすごいなって、こう人を動かす力すごいなって、またねこれもまた被るんですけど、同じ感想を抱きました。もちろん2人はね本当に全然両極端のスタイルかなって私的には思っていて、でもその二方とも女性受けもすごくよくって、女性からの支持者っていうの、サポーターファンがたくさんいたので、なんかそこも含めて素敵だなって思いました。あと共通してるなって思ったのは、結構なんか楽曲の歌詞とかがこう女の子にすごいこうタッチするような楽曲が多くて、私一番最初にデュアリパを知ったのは多分ニュールールズだって曲だったんですけど、いやこの歌詞は、私はちょっとこのタイプではないんですけど、でもめっちゃわかるな、多分女の子だったらなんかその気持ちが共感できるような歌詞が多かったりとかして、それはなんかテイラーもデュアリパも2人ともなんかこう女の子の心にタッチするラブソングとか、あとは女性の強さとかを表しているなっていう風にすごい思いました。あとはね、なんと言っても21のライブですよ。これは本当に私的にはもうめちゃめちゃ良かったんですけど、っていうのも私が21を一番最初に知ったのは本当デビューしたての2015年とかで、その時はもう見た瞬間に衝撃で、うわめちゃめちゃかっこいい人たちいるっていう印象で、そこからずっと追いかけて、実は私あの時好きすぎて韓国まで行って、彼女たちは YG エンターテインメントっていう事務所に所属してたんですけど、その YG の事務所の前まで行っているかなと思って出待ちするくらいめっちゃ好きだったんですよ。でそれが10年ぶりとかにまたライブをするってことになって、絶対行かなきゃと思ってチケット見たらなかったから、無理だって思ってたんだけど、機材開放席っていう場所が直前に開放されることになって、でそのチケットを取ったんだけど、そのチケットがまさかのめちゃめちゃ神席で、ステージからもめっちゃ近くって、一人でね急遽行ったんだけど、こんなに一人で盛り上がれるかっていうくらい全曲熱唱して、すごい楽しいライブでした。そして、シンガーソングライターとしてはやっと今年1曲だけなんですけど曲をリリースすることができました。ありがとうございます。今回もね同じくアルゼンチンのプロデューサーと一緒にコラボレーションさせていただいて、今回私の中で見せたかったものっていうのは、2024年になって自分の女性としての強さっていうのを見せていきたいなっていうふうに思っていたので、ちょっとでも私の大人になったもう大人なんですけど、大人になった私、そしてちょっと強さみたいな部分も湧き出る強さみたいなものが伝わっていたらいいなっていうふうに思ってます。で2025年は何がしたいかなっていろいろ考えて、いっぱいあるんですよ。ビジョンがめちゃめちゃありすぎて、ここでパパってお伝えすることができないんだけど、一つ大きな新たなスタートをしようと思っていることがあって、それは来年またお伝えしたいなっていうふうに思ってます。あとは変わらずね、今も音楽は作り続けてるので、たくさんのリリースの機会を設けていろんな方に聴いていただきたいなというふうに思ってます。そしてですね、実は私明日からマレーシアに行くんですよ。なんか年末年始にね旅行するって多分初めてで、基本的には実家でゆっくりするとか、あとは年末年始も関係なく仕事してたりすることが多くって、今回みたいにロングバケーションっていうか1週間弱行くんですけど、なんか海外で年末年始ゆっくり過ごすってことは初めてなので、どんな感じなのかなって、多分空港とかね人がすごい多い気がするんですけど、それも含めて楽しめたらいいなって思ってます。その様子もねちょっとフィルミング、Vlog にしてお届けしていきたいなというふうに思っているので、ぜひそちらも見ていただけたら嬉しいです。2024年皆さんのおかげで今年も1年終わることができそうです。
本当にありがとうございます。もういろんな方に支えてもらって今年も過ごすことができて、本当に一人だけだったらできなかったことがたくさんあったので、こう見ていただいている皆さんもそうですし、普段支えてくださっているファンの方とか友達とか家族とかもみんな含めて、本当に今年も1年ありがとうございました。そして2025年、来年もよろしくお願いします。またね。